こんにちは、もみじです。前回は日本出発からモルディブ到着までの旅をお届けしました。今回はその続き、新婚旅行 Vlog 第2弾、リゾートへの移動、そして滞在前半の様子をお送りします。南国気分を一緒に味わいながら、ぜひ最後までお楽しみください。預け荷物を受け取った後、旅行会社の方と合流し、注意事項の紙をいただきました。その後、リゾートのスタッフの方に引き継がれ、水上飛行機の搭乗手続きをします。水上飛行機が飛んでいるリゾートのマップです。この地図だけでも本当に多くのリゾートがあるんだなと思いました。リゾートのスタッフがチェックインを対応してくれました。パスポートを見せて、荷物の重さを測ってからスーツケースを預けました。チェックインが完了するとチケットをいただきました。荷物にはタグを付けられました。バスに乗って水上飛行機のターミナルに移動します。この空港の建物から滑走路を挟んで反対側にあります。7分ほどで到着しました。バスを降りたところでリゾートの方が待っていらっしゃり、ラウンジの場所を教えていただいたので、そこまで向かいます。モルディブはイギリス式の回数の数え方のようです。ここでは2階、日本でいうところの3階まで上がります。カミングスーンになっているところもありますが、いろいろなホテルのラウンジが集まっているようです。13と書いてある角の部屋まで向かいます。到着しました。早速中に入っていきます。水上飛行機の出発まではこちらで待ちます。この日は本当に天候に恵まれていました。軽食やドリンクが用意されていました。少しだけいただきました。これだけ水上飛行機が並んでいると、これからリゾートに行くワクワクもより高まりました。着陸する飛行機も見えました。スタッフの方に声をかけられたので、案内されていたゲートまで向かいます。2番ゲート、こちらの部屋の中で待ちます。ペットボトルのお水が用意されていました。いよいよ搭乗です。スタッフの方に案内され、水上飛行機まで向かいます。こちらの飛行機に乗っていきます。ついに登場します。水上飛行機の中は狭めの作りでした。14時半出発と聞いていたのですが、実際は14時19分に出発しました。
時25分、離陸しました。旅客機よりも低い高度を飛ぶので景色がよく見えました。雲の中を突っ切っていきます。ついに滞在するシアムワールドモルディブが見えてきました。15時9分、着水しました。着いた途端からこの海の美しさ、ここまで無事に来れて一安心しました。15時11分、ついに到着しました。到着すると歓迎の音楽と首飾りをいただきました。レセプションまで移動していきます。カートに乗って移動します。レセプションの建物に到着しました。ここでオールインクルーシブの案内やリゾートの注意事項について案内を受けました。いよいよ部屋まで移動していきます。リゾート内はバスが走っています。到着しました。右側の一番手前の部屋でした。それではお部屋に入っていきます。入ってまずあるのがミニバー。お菓子やドリンクは1日1回補充され、最大2日分まで追加されました。ルームキーは南国らしいデザインでした。それではお部屋の中に入っていきます。部屋の真ん中にキングサイズのベッドがあるお部屋です。ベッドの頭側にはクローゼットが2つありました。クローゼットの1つにはナイトウェアが入っていました。ランドリーサービスもあるようで T シャツが1枚6ドルでした。もう1つのクローゼットにはアイロンやアイロン台、セーフティーボックスや鍵付きのキャビネット、ドライヤーが入っていました。水回りを見ていきます。テラスから直接この部屋に入れるようになっています。それではテラスに出てみます。プライベートプールとウォータースライダーがついています。このウォータースライダー、いつでも使えるというわけではなく、柱の目印以上の水位がないと利用はできません。夕食まで時間があったので、
少し休憩しました。日も暮れてきました。これから夕食に向かいます。ちょうどバスがいたので、こちらに乗っていきます。この島には猫がいるのですが、触るのは OK、餌やりはダメなようです。目的地はこの先ですが、時間が少し早かったので、近くを散歩します。時間も近づいてきたので、お店に向かいます。今日の夕食はカリーリーフ、インド料理のお店です。早速お通しをいただきました。ここは海の上に立っているので、時々お魚たちが遊びに来ていました。前菜で注文したグリルしたエビとカレーの葉でマリネしたラム肉です。メインで注文したコリアンダー入りの魚のカレー、そしてラム肉のビリヤニです。ソルテッドラッシーは全く甘くありませんでした。デザートはピスタチオのプリン、フルーツとバニラアイスクリームです。私も夫もよく食べる方ではありますが、量がすごく多くてとってもお腹いっぱいになりました。それではお部屋に帰ります。歩いて帰ろうかと思ったのですが、なかなか遠かったので、ニューヨークのバス停からバスで帰ります。夜のバスはまるでナイトサファリのようでした。お部屋の最寄りのデリーのバス停まで到着しました。プールにはライトがついていました。ウォータースライダーのところにはお魚たちがたくさん集まっていました。夜になるとターンダウンがされていました。リゾート滞在1日目はこれにて終了です。2日目の朝です。夜に雨が降ったこともあり、空は曇っていて、海は少し荒れています。朝食に向かいます。バスがいなかったので、一旦歩いて向かいます。こちらは北京のバス停。朝ごはんはこちら、ビュッフェスタイルの店舗でいただきます。お食事はプラントベースのものから、インド料理や中華料理、洋食や一般的なホテルの朝食ビュッフェにあるようなものまで、多種多様なメニューが揃っていました。
度はデトックスウォーターやフレッシュフルーツジュースなどがありました。モルディブ定番の朝食はとっても気に入りました。開放的な場所なので鳥が遊びに来ることも。チーズ入りのオムレツを注文したらチーズがたっぷり入っていました。食後の運動がてら歩いてお部屋まで帰ります。こちらはケープタウンのバス停。アフリカらしい色合いになっています。ビーチ沿いを歩いて帰ります。帰ってきました。ベッドからの眺めが最高です。この部屋からは1日に何度も水上飛行機が飛んでいく様子が見えました。せっかくなのでウォータースライダーにチャレンジします。出発地点の脇にあるボタンで水を流します。何年ぶりかわからないウォータースライダーです。上から見ているとわからなかったのですが、想像以上に波がありました。海で泳ぎ続けるのはちょっと難しそうだったので、プールで遊びます。十分遊んだので、次はとあるところに向かいます。ゴーカートもできるこの場所で自転車をレンタルしました。もうお昼になっていたので、こちらの順狩りにやってきました。ちなみにそれぞれの施設の前には駐輪場が用意されているので、自転車でも来られます。こちらではハンバーガーやサンドイッチがいただけます。ランチはこちらでいただきます。こちらはシーザーサラダとクリスピーガーデンサラダ、そしてチキンバーガーとチーズバーガーを注文しました。お食事中、雨が降ってきました。だんだんと雨足が強まり、スコールのような雨が降っていました。雨があまり強いと雨よけが設置されるようです。15分ほどすると雨も収まってきました。デザートにオレオチーズケーキとミックスベリープリンをいただきました。こちらの順狩りはとても広いプールがありました。自転車は濡れてしまったので一旦お部屋に帰ります。この帰り道で初めて気づいたのですが、遊泳の安全性を旗で示しているようです。雲行きが怪しかったので自転車は部屋に置いてバスで移動します。バスにも雨よけがされるみたいです。続いてやってきたのはこちらのミントというバー。こちらは大人限定のバーです。中には本やビリヤード台、プールがありました。こちらで注文していきます。モクテルを注文しました。まったりした後は夕食に向かいます。
2日目の夕食はスペイン料理のアンダルシアです。こちらはビーチにもお席はあるのですが、風がとても強い日だったので、風よけの中のお席になりました。お隣の席は誕生日の装飾がされていました。お店の方におすすめしていただいたモクテルとサングリアです。前菜のエビのアヒージョとタコのグリルです。メインのイカスミのパエリアです。2人でシェアしていただきます。デザートのクリームブリュレとブッシュドノエルです。ごちそうさまでした。夜道を歩いて帰ろうかと思ったのですが、少し遠いのでバスに乗って帰ります。それぞれのバス停にはバスの現在地を表示するモニターがあってとても便利でした。借りている自転車はこんな感じで部屋の前に置いていました。ハネムーン特典でいただいたスパークリングワインを夜風に当たりながらいただきました。この日は昼間だけでなく夜も雨が降っていました。雨の中、滞在2日目は終了しました。今回はここまで。モルディブでの滞在2日目までの様子をお届けしました。次回はリゾートでの滞在後半の様子をお届けします。何かご不明な点やもっと知りたいことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。続きが気になる方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひお楽しみに。